諸国百物語第1話。駿河の国板垣の三郎、変化の者に命を取られしこと。駿河の国に義元という人がいた。ある夜、退屈なあまり子分らを集めて酒盛りを開いていた。その義元が、誰でもよい、この中に今夜、千間の上の社まで行こうという者はおらんか、と言った。日頃手柄話をする者たちが多かったが、そこは魔物の住むところと噂の絶えない場所で、たやすく見てまいろうと言い出す者は一人もいなかった。しかしここに代々弓矢を取り、武勇に名高い甲斐の国の板垣の三郎という男が、それがしが参ろうと名乗り出た。義元は大いに喜んで、証拠となる印を渡すと、着物座った板垣は席を立ち、準備もせずにすぐに千間に向かった。頃は9月中頃のことで、月がさえ渡る森の中は嵐が吹き荒れ、落ち葉の音が凄まじい山道を心細いと思いながらも抜け出ると、上の社の前に出た。板垣は印を立てて帰路に着いた。そうしてしばらく行くと、どこからともなく白い絹の一重をかぶった女が現れた。板垣は、さては噂に聞く変化の者か、わしを試そうというのか、と突然走りかかり、女のかぶっていた絹を引きのけて見ると、その顔は目が一つ、振り分けた髪の下からは数えきれないほどの角を生やして、薄化粧にお歯黒をつけた例えようもなく恐ろしい顔であった。しかし板垣は動じず、何者だと腰の刀に手をかけると、女はかき消すように消え失せた。板垣は何事もなかったかのように静かに立ち返った。そうして屋敷に帰り着くと、義元の前に出て、ただいま印を立ておいて戻りました、と申し上げた。皆は、板垣だったからこそ無事に帰ってきたのだ、としきりに感心していた。義元が、さて、変わったことはなかったか、と尋ねると、板垣は、いや、何事もございませんでした、と答えた。すると、さっきまで明るかった月夜が見る間にかき曇り、車軸を流すがごとく雨が降り出して、おびただしい雷鳴が轟いた。義元をはじめ、そこにいた皆が言葉を失っていたところに、虚空の空からしゃがれた声で、なぜだ板垣、懺悔せよ、懺悔せよ、と大声で呼び立てる声がした。皆が、何かあったのならば
義元様にありのまま申し上げられよと口々に言うので、板垣もこの様子では命がないかもしれないと思い、宣言での出来事を残らずに申し上げた。しかし雨風はなおも止まず、雷鳴もますます激しくなり、幾度となく稲光が屋敷の中にほとばしって、その凄まじさは言いようもなかった。このままでは板垣の命を取られてしまうぞ。急いで長持ちへ入れよう。と皆は板垣を長持ちに入れ、おのおのが周りで警戒し番をしていた。そのうちに空も晴れて夜も明けてきたので、板垣を長持ちから出そうと開けてみると、中には何もなかった。これはどうしたことだと皆が不審に思い、急ぎ義元に申し上げていたところに、虚空の空から2、3千人の声がして、一度にどっと笑い出した。走り出てみれば、板垣の首を縁側に落として、その姿は見えなくなった。